これを聞いているあなたも、ぜひちょっと想像してみてほしいんですけど、はい。あなたが今、すごく注目している企業の決算発表を待っているとしますよね。で、いよいよ売上高の前年同期比が発表されたと。ドキドキする循環ですね。ですよね。で、プラス10%なら、まあ手堅いなぁと。プラス50%なら、おー、大躍進じゃないかってなるじゃないですか。そうですね。50% でも十分すごい数字です。でも、もしその数字がプラス684%だったらどう思いますか？いやー、桁を間違えたんじゃないかって目を疑うレベルですよね、それは。ですよね。今回はまさにその衝撃的な数字を叩き出した AI インフラ企業ネビウスグループの決算資料を深掘りしていきます。はい。よろしくお願いします。もしあなたが今世界のビジネスがどれほどのスピードで動いているのか、そしてこの AI 革命の裏側で誰が本当にインフラの覇権を握ろうとしているのかに興味があるなら、今回のディープダイブは絶対に外せません。そうですね。このプラス684% という数字は、もうどんな業界であっても異常値と言えますから。本当に異常ですよね。ええ。しかも彼らは今、単なる中堅の GPU クラウドプロバイダーっていう枠組みを完全に破壊してですね、はいはい。AWS とか Google クラウドのような、いわゆるハイパースケーラーと呼ばれる巨大なクラウド事業者へ変貌を遂げようとしている真っ最中なんです。なるほど。市場の台風の目になっていると。そうなんです。さて、これを紐解いていきましょう。今回のディープダイブのミッションはですね、この684%増っていう花火みたいな数字に、ただすごいねって驚くことじゃありません。表面的な数字だけでは見えない部分がありますからね。そうなんですよ。本当に私たちが注目すべきなのは、損益計算書の裏側で動いている莫大なキャッシュの流れ、それから1.2ギガワット級の AI 工場を自前で作るっていうちょっと狂気とも言えるようなインフラ戦略。はい。そして経営陣が投資家に向けて意図的に使っている言葉の変化です。ニュースの表面のさらに奥にある彼らの本当の狙いを探る旅に出たいと思います。ビジネスの本当の実態ってトップラインの売り上げよりもキャッシュの動きとか経営陣の言葉の端々に現れるものですよね。本当にそう思います。では早速、その圧倒的な成長率の裏側にある質の話から入っていきましょうか。はい。数字から見ていきましょ資料によると、今期のギャップ売上高が3億9900万ドル。これがさっき言った前年同期比プラス684%ですね。ものすごい伸びです。そしてサブスクリプションビジネスの勢いを示す ARR、年間経常収益ですね。これが19億2000万ドルに到達したと。はい。でも私が個人的に一番驚いたのは、前四半期比でプラス75%も成長しているってことなんです。ああ、なるほど。そこを見ましたか。ええ。前年比だと、元の基準が低いから大きく見えがちじゃないですか。でもたったの3ヶ月で75%成長しているって、エンジンがフル回転したまま全く減速してない証拠ですよね。おっしゃる通りです。企業の成長のモメンタムを測る上で、前四半期比でプラス75%というのは極めて重要な指標になります。ですよね。ただですね、企業の成長の質を本当の意味で測るなら、売上高よりもさらに注目すべき数字が、キャッシュフロー計算書の中に隠れているんです。キャッシュフローですか？どこを見ればいいんでしょうか？営業キャッシュフローです。これがなんと23億ドルのプラスになっているんですよ。ちょっと待ってください。売上が約4億ドルですよね。なのに営業キャッシュフローが23億ドルのプラスって？はい、そうなんです。本業からの現金収入が売上を圧倒的に上回ってるって普通じゃありえないですよね。一体何が起きてるんですかこれ？その答えはですね、顧客からの前受け金、つまり前払いなんですね。前払い。これが前期末の3倍にあたる41億ドルまで膨れ上がっているんです。41億ドル。ものすごい額ですね。はい。さらに商談のパイプラインも前四半期比で 3.5 倍に拡大していまして、つまりそれって、現在のネビディアスは需要が供給を完全に上回っている状態なんです。売れば売れるどころか、将来の分まで先にお金をもらっている、そういう異常な状態だと言えます。なるほど。それって超人気アーティストのライブチケットみたいなものですよね。ああ、面白い例えですね。どういうことですか？
開催されるのは何年も先のライブなのに、とにかく今全額払うから絶対に最前列の席を確保してくれってファンが殺到してるような。まさにそんな状況です。サービスを使うずっと前からもう代金を積んででも GPU の計算リソースを抑えておきたいっていう AI 企業側の強烈な焦りが見えてきますね。ねえ、プラチナチケットの争奪戦が今の AI インフラ市場でリアルに起きているんです。GPU を確保できなければ、もう AI 開発競争からその時点で脱落してしまいますから。それは焦りますよね。でもここで一つすごく引っかかる数字があるんです。何でしょうか？資料の見ると純利益も6億2120万ドル出てるじゃないですか。はい、出ていますね。営業キャッシュフローが前受け金のおかげだとしても、純利益がこれだけ出てるなら、まあ本業もボロ儲けで満々歳なんじゃないのって素朴に思ったんですけど。なるほど。でもこれって何か裏がありますよね。帳簿上のマジックというか。さすが、財務諸表のからくりに気づきましたね。これを全体像に結びつけるとですね、実はこの純利益の数字を額面通りに受け取ってはいけないんです。やっぱり。どういうことですか？この利益の大部分はですね、ネビウスが保有しているクリックハウス株などの評価益なんです。評価益ですか？ね、持っている資産の価値が上がったことによる利益が7億8080万ドルも含まれているんですよ。ちょっと待ってください。純利益が約 6.2 億ドルで、評価益が 7.8 億ドルってことは、はい。つまり本業のクラウド事業を単体で見ればまだ莫大な先行投資が続いていて営業損失が出ているってことですよね。その通りです。それを持っている株の評価益でカバーして結果的に純利益がプラスに見えているだけなんだ。帳簿上の利益と実際のキャッシュを生み出す力は全く別物なんです。なるほどな。ニュースのヘッドラインだけを見て本業の稼ぐ力がすごいんだって錯覚してしまうと実態を見誤る危険性がありますね。いやー、危うく騙されるところでした。リスナーのあなたもこういう数字のトリックには気をつけないといけませんね。そうですね。クリティカルシンキングが求められる部分です。さて、顧客から全受け金として集めたこの41億ドルっていう莫大なキャッシュですけど、これが一体どこに向かっているのか。はい。ここからが本当に面白いところなんですが、彼らのインフラ投資の規模、ちょっと上気を逸してますよね。今期最大のサプライズと言っていい部分ですね。物理的なインフラのスケールがこれまでのクラウド事業者とは全く次元の違うものになっています。資料によると、ペンシルベニア州とミズーリ州でそれぞれ 1.2 ギガワットの用地を確保したと。はい。さらに2026年末までに100メガワット超の拠点を7つ稼働させて全体で4ギガワット超を目指す計画だとあります。すごい規模ですよね。ちょっと確認なんですけど1ギガワットって一般的な原子力発電所1基分に相当する電力ですよね。大体そのくらいになりますね。ってことは原発何基分ものの電力を自社の AI インフラのためだけに確保しようとしてるって計算になりますよね。そういうことになります。いや、サーバーラックをデータセンターに間借りするとかそういうレベルの話じゃないですね。一国の電力インフラ計画みたいだ。ここで非常に興味深いのはですね、彼らがなぜそこまで巨大な規模で、しかも契約電力の 75% 以上を自社所有にこだわっているかという点なんです。それ私も思いました。普通に考えたらリースにして身軽にしておいた方が初期費用も抑えられますし、リスクも低いんじゃないですか？従来の考え方ならおっしゃる通りです。リース、いわゆるアセットライトな戦略は初期費用を抑えられますからね。ですよね。しかし彼らが目指すハイパースケーラーになるためには、それが後の後足かせになってしまうんです。足かせですか？どうしてでしょう？電力を他社に依存していれば、将来的に賃料を釣り上げられたり、拡張の主導権を大家に握られたりして、最終的な利益率が圧迫されてしまうんですよ。なるほど。大家さんの都合でビジネスが左右されちゃうわけですね。だから 75% を自社所有にするということは、インフラの根幹である電力を自らコントロールして、利益を最大化する垂直統合型のプレイヤーになるぞという強い宣言なんです。なるほど。長期的には絶対に自前で持っていた方が強いと。はい。でもそこで疑問なのが資金調達なんですよ。4ギガワット規模のインフラを自前で構築するとなれば兆円単位の資金が必要になりますよね。莫大なお金がかかります。いくら41億ドルの全預金があるとはいえ到底足りないはずです。かといってこれだけ急成長しているタイミングで株式を大量に発行したら既存の株主が大ブーイングですよね。持ち分が薄まってしまいますからね。ですよね。銀行だってそんな桁違いの融資はリスクが高すぎて簡単には出してくれないと思うんですが。そこで彼らが使っているのが
アセットバックトファイナンス、資産担保融資というスキームなんです。資産担保融資。はい。そしてこの仕組みの鍵を握るのが、メタとの巨大な契約なんですよ。メタとの契約、資料にありましたね。270億ドル、うち150億ドルはオプションという、あの桁外れの契約ですか？ええ、それです。ネビウスは、このメタからの確実な将来の収入を文字通り資産として担保にして、金融機関から低コストで巨額な資金を引き出しているんです。なるほど、そういうことか。将来的にはあのメタがこれだけの額を絶対に支払ってくれるっていう契約があるから、それを見越して今お金を貸してくれって言ってるわけですね。その通りです。これなら株式を発行して所有権を切り売りすることなく、また通常のコーポレートローンよりも有利な条件で資金を確保できます。いやー、頭いいですね。圧倒的な物理インフラの確保と自社の株式を傷つけない高度な財務戦略が完全に噛み合っている。はい。桁違いの電力確保、自社所有による主導権、そして巨額契約を担保にした低コストな資金調達。はい。この3点セットが揃ったことで、彼らが単なる中堅企業から AWS や Azure と同じ土俵に上がる道筋が一気に現実味を帯びてきたんです。本当に見事な戦略ですね。では、そうやって物理的な基盤を固めている彼らが、それをウォール街の投資家たちにどう伝えようとしているのか。次はコミュニケーション戦略に視点を移してみたいと思います。はい。経営陣の言葉の選び方は非常に意図的ですからね。決算説明会での彼らの言葉に注目すると、投資家の心理をどう操ろうとしているかが見えてきますよね。ええ。前期と比較して明確な変化がいくつかありました。まず象徴的なのが、データセンターという言葉の代わりに AI ファクトリー、つまり AI 工場という表現を多用し始めたことです。データセンターじゃなくて AI 工場への言い換え、これって単なるカッコつけじゃないですよね。はい、違いますね。並べる場所を作ってるんじゃないんだと。莫大な電力と GPU っていう原材料を投入して AI モデルっていう製品を大量生産する工場を建設してるんだっていうメッセージですよね。まさにその通りです。工場という言葉を使うことで、先ほどの 1.2 ギガワットの用地確保とか、莫大な先行投資が投資家から正当化されやすくなるんです。なるほど。重厚長大なインフラ投資が必要不可欠なビジネスモデルなんだっていう前提を投資家の頭に植え付けているわけですね。ええ。巨額の設備投資が必要な工場なんだから、利益が一時的に落ち込むのも当然だろうっていう論理につながっていくわけだ。その通りです。となると、経営陣が何度も口にしていたノンリニア、非線形っていう言葉の本当の意味も見えてきますね。はい。91の利益率は 45% と非常に高かったんですが、経営陣は通年では 40% に低下する見込みだとして、この推移を非線形だと表現しました。インフラ投資や人材採用が Q2 に集中するからということでしたよね。ええ。でもこれ、リスナーのあなたはどう思いますか？私には要するに極めて高度な言い訳というか予防線に聞こえるんですよね。と言いますと？投資家って成長の減速や利益率の低下を何よりも嫌うじゃないですか。そうですね。株価に直結しますから。だから経営陣は次の四半期で数字が悪くなるのを見越して、あらかじめこれは直線的な成長じゃなくて意図的な投資のタイミングによる一時的な波だからパニック売りしないでねって市場の期待値をコントロールしてるんじゃないかなと。ええ、おっしゃる通りです。経営陣は次の四半期のネガティブな反応をすでに織り込んで先手を打っているわけです。やっぱり投資家にしっかりとしたストーリーを与えて、一時的なマージン低下を将来の飛躍のための必要な助走だと解釈させる。見事なコミュニケーション戦略ですよ。期待値のコントロール、うまいですね。そしてもう一つ、私がすごく気になった言葉の変化があるんです。何でしょうか？前期までは顧客選択って言っていた部分が、今回はストラテジックディスクレッション、戦略的裁量っていうすごく強い言葉に変わってましたよね。はい、そこも非常に重要なポイントです。この言葉から何が読み取れるんでしょうか？戦略的裁量。この言葉からはですね、需要が供給を完全に上回ったことで、自分たちが AI 開発のエコシステムにおいて選ばれる側から選ぶ側になったという強烈な自負が読み取れます。単に顧客を選ぶだけじゃないと。どの AI 企業に最先端の GPU を割り当てるか、自分たちがゲートキーパーになったっていう宣言ですよね。ええ、まさにそういうことです。数字だけじゃなくて、言葉のたど玉からもう無敵感が溢れ出てますね。はい。ただそんな強気な経営陣もですね、
アナリストからの質疑応答、Q&A セッションではいくつか痛いところを突かれて答えを濁していた場面がありました。やっぱり。どんなに強気な企業にも必ず資格は存在するってことですね。ええ。これは重要な問題を提起しています。今回アナリストたちが失踪に食い下がり、経営陣が明言を避けたポイントは主に3つありました。一つ目は、ニュージャージー州の建設遅延リスクについてですよね。はい。報道で遅延が指摘された際、経営陣はスケジュールには安全マージンを織り込んでいると自信を見せたんですが、具体的な工程表の提示は避けました。なぜ避けたんでしょうか。1.2 ギガワット級の施設建設って単に建物を建てるのとはわけが違うんです。地方の電力網との接続、巨大な変電所の建設、そして最新 GPU の熱を逃がすための高度な液冷システムの導入など、ものすごく複雑な工程が絡み合いますから。なるほど。変電所の認可が一つ遅れるだけで稼働時期が数ヶ月単位でずれ込むリスクがあるってことですね。ええ。だからこそ、アナゼンマージンという言葉で濁さざるを得なかったのでしょう。具体的な日付を出して、もしそれに遅れたら投資家に袋叩きにされますからね。確かに。そして2つ目の資格がさっきも出た Q2 のマージン低下の具体値ですね。はい。非線形という言葉で投資集中を理由に挙げたものの、では Q2 単体で利益率がどこまで下がるのかという直接的な質問に対しては、経営陣は明確な数字を出しませんでした。予防線を張ったとはいえ、実際の数字が市場の想定以上に悪ければ、やっぱり株価は急落する可能性があるからですね。ええ。だから具体的なターゲットを与えるのを避けたわけです。そして3つ目が2027年以降の電力獲得競争について。ええ。ハイパースケーラー大手との競争について聞かれた際、彼らは、我々は早期に動いたから有利が、と過去の実績を強調しましたが、今後の追加確保の難易度については口をつぐみました。今確保している4ギガワットは素晴らしいけれど、AI ブームがこのまま続けば、Amazon やマイクロソフト、Google といった資金力が桁違いの巨人たちがアメリカ中の電力を買い漁るはずですよね。間違いなくそうなるでしょうね。2027年以降、さらに拡張しようとした時に電力が残っているのか、彼ら自身も確実な答えを持っていないということですね。ええ。経営陣が語った強気のストーリーの裏には、こうした沈黙した空白部分があるわけです。なるほどな。つまり、リスナーのあなたが次に彼らの決算発表を見るときは、売上成長率のような表面的な数字に飛びつくのではなく、この空白部分がどう埋まったかをチェックすればいいんですね。まさにその通りです。Q2 のマージンが実際にどこで着地したのか、2027年の ARR 目標が情報修正されるのか、そして自社所有の比率が本当に維持できているのか、このあたりが本当の勝負の分かれ目になりそうです。ええ。その視点こそが企業の真の価値を見極めるクリティカルシンキングです。今回私たちが全入金の異常値からキャッシュの実態をあぶり出し、言葉の変化から経営陣の心理をプロファイリングし、Q&A の沈黙からリスクを読み取ったこのアプローチは、他のビジネスニュースを読む際にも間違いなく役立つはずです。ありがとうございます。さて、今回のディープダイブで私たちが目撃したのは、単一のクラウドサービス提供者が世界の AI 開発の物理的インフラを握る垂直統合型の巨大プレイヤーへと変異していく、そのリアルタイムの姿でした。ええ、本当に歴史的な転換点を見ているのかもしれません。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。最後にリスナーの皆さんに一つ思考実験を投げかけて締めくくりたいと思います。はい。先ほどネビアスがどの企業に GPU を割り当てるかを戦略的裁量を握り、ゲートキーパーになったという話をしましたよね。ええ、選ぶ側になったと。もしこのまま彼らのような一部の巨大な AI 工場がコントロール権を握り続けたとしたら、はい。未来の AI 業界で覇権を握るのは、最も優れた技術やアルゴリズムを発明した AI スタートアップなのでしょうか。それとも単にコネと資金を使って AI 工場への入場権を最初にもらえた企業になってしまうのでしょうか。もしインフラの確保が勝者を決めるのだとしたら、AI の進化の方向性そのものがイノベーションではなく工場の裁量に委ねられることになってしまいますね。そうなんです。一番素晴らしい曲を書くアーティストが勝つのか、それとも最前列のプラチナチケットを何年前に確保できた人が勝つのか。技術の戦いがいつの間にか入場権の奪い合いに変わっているのかもしれません。非常に考えさせられるテーマですね。この問いについて、ぜひリスナーのあなたご自身でも考えてみてください。今回も深い分析にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回もまた全く別の世界の裏側を一緒に紐解いていきましょう。
それではまた。